今日はヤマハのフロント2輪リア1輪のスクータートリシティ155に試乗しています。外見上の変化は少ないのですが、新しいフレーム、新しい足回り、そしてアッカーマンジオメトリーが新たに採用されたということで、今回試乗してみようということになりました。こういったシティコミューター的なモデルですから、今日の試乗コースは街中を走り、そして信号の少ない回送路、険しい峠道、さらには排気量的には走行できるので、高速道路も走ってみたいと思っています。それでは住宅街、そして市街地を走ってみたいと思います。ここはそこに至るまでの坂道なんですが、エンジンが回転数上がらずとも結構トルクがあるなという感じです。この辺りはさすが 155cc の余裕を感じさせます。車両重量はかなりあるのですが、坂道を登った印象としては、それに見合うだけの特に低中回転域のトルクは十分に確保されているといった印象です。今エンジンがスッと止まりましたね。このように車両が停車すると自動的にアイドリングをストップする機能が装備されています。今停車してすぐに止まったんで、レスポンスはかなりいいアイドリングストップ機能だなと思います。今回アイドリングストップしませんね。これについてはヤマハの資料によると、アイドリングストップするかしないかは制御されている、つまりバイクの状態を分析してそれによって決定しているということなので、水温が下がったとか、そういった要因で今回はアイドリングストップしていないのではないかと思います。アイドリングストップというとバッテリーに対する負担を気にする方が多いと思うので、こういったきめ細やかな制御が入っているというのはとても良いと思います。今メーターパネルに A アイドリングストップのマークだと思いますが、それが点灯したんで次は止まるんじゃないでしょうか。はい、すぐ止まりましたね。そしてこのように信号がパッと変わって止まったらすぐ発進という時のこれだけレスポンスが良ければ、アイドリングストップ機能の存在は走行中まるで意識する必要がないと言えます。ハンドルバーとグリップの高さに関しては、私はややゆったりとしている。グリップの幅も少し広いと思いますし、あとこのハンドルバーの高さ、グリップの高さも私がよく言っているスクーターとしては標準的と言っている感覚からすると、ハンドルバー1本分ぐらい高いかなという気がしています。新型のフレームを採用することにより、このステップフロアの面積、足元のゆったり感が改善されているということなんですが、ステップフロアの真っ平らな部分もそうですね、わずかではありますが、確かに広くなったかなという気がしないでもないです。それよりもですね、少し足を後ろに引いたときに、そこに足をかけるスペースが結構明確にできたという感じなので、もしかしたらこのステップフロア、足元の広さの改善というのは、前方向は無理としてもこの後ろ方向に少し広がったよということなのではないかと思います。シートに関しては前回試乗インプレッションをお届けしたシグナスグリファスと同じように、ちょっと形状は違うのですが、少し落ち着きどころがないかなという気もしています。ウレタンが少し固めな上に、このシートの段差が明確にというか鋭角的についているので、このように段差にお尻がかかるような座り方はまずできないと。やってやれないことはないと思いますけど、相当不自然なので、これは難しいと思います。前のモデルに乗ったのは2年か3年前なので、正確な比較はできませんが、乗り心地は本当に良くなったのではないかと思います。以前のモデルも乗り心地は悪くはありませんでしたが、ギャップを拾った時に、その車体でいなしきれないというか吸収しきれないような大きなギャップを拾った時には
こうガツンガツンとライダーに結構ショックを伝えてきていたものですが、少しこういなし方が上手くなっているというか、よりソフトに足回り、タイヤだけではなくフレームなども使ってそういったショックをいなしている感じが強くなっていると思います。これは私の勘違いかもしれませんが、フロント周りも先ほど言ったそのショックのいなし方、吸収の仕方が先代モデルと比べるとより上質感がアップしているように感じられます。ここは住宅密集地なのでこのようにゆっくりと走るしかないのですが、こういった時の低速走行時の安定性も、これは主にロングホイールベース化が効いているんだと思いますが、安定感も相当アップしているような気がします。そしてここはちょっと坂道になっているのですが、スロットルを一度閉じて開け直した時のトルク感もいいと思います。映像では伝わりにくいのですが、先ほどの坂道はシャドウはそこそこあって、小排気量車だとちょっとかったるさを感じるような坂道であったわけですが、トルクが有り余ってる、エンジンパワーが有り余ってるというほどではありませんでしたが、もう必要にして十分以上のトルクパワーがあったと感じました。この交差点もマンホールがあったりとか、いろいろギャップも多かったりして、通常の二輪車、特に雨が降っている日などちょっと気をつけたくなるような交差点であったわけですが、今日はね、幸いにして天気が晴れていますけれども、曲がった時のフィーリングも安心感は本当に高いと思います。今も路上に障害物があったので回避しましたが、ああいった時もフロントがビシッと安定しているんで全く怖くないというか、気にする必要すらないといった感じです。素晴らしい。そして今信号の少ない回送路に向けて走っていますが、おそらくですけれども乗り心地が良くなったというのはまず間違いないと思います。またロングホイールベース化によってこうしてちょっと信号の少ないエリアに入ってくると車体の安定性が良くなったというのも、これも間違いないと思います。信号の少ない回送路に到着しました。前回まで試乗してきていたヤマハの原付2種スクーターでお見せしているので、もう必要はないとは思いますが、このモデルはスマートキーシステムを採用しているという点でこれまでと違っています。ですのであえてやってみたいと思います。いつもの場所に止めまして、メインスイッチを今切りました。でこのようにボタンを押して鍵がそばにあればすぐに検知してくれるので、この点はとてもいいと思います。はい、今始動しました。こんな感じで、このモデルもスマートモータージェネレーターを採用しているので始動はとても静かです。今制限速度目いっぱいだいたい50キロぐらいで走っているのですが、さすが 155cc、 低中回転域のトルクは本当に十分だと思います。ヤマハが誇るブルーコアエンジンを搭載していて SOHC ながら4バルブ、そして VVA という可変バルブ機構を内蔵しています。前回試乗したシグナスグリファスなどは6000回転で低回転向けのカムから中高回転向きのカムが切り替わるようになっていたのですが、このモデルはどれぐらいなんですかね。ちょっと回転数も分かりませんし、その VVA のインジケーターもこのモデルにはないようなので、どれぐらいの回転数でカムが切り替わるのか分かりませんが、このように開け閉めしてみると中高回転向けのカムに切り替わるというのは音からはなんとなく分かるような気がします。 VVA が切り替わってからもやみくもに回転数が上がるわけではなく、あくまでもこの音から判断するしかありませんが、エンジンの回転数と車体の速度はおおむね一致しているというか、あまり大きく外れることがない、ずれることがない、比較的リニアな乗り味で運転しやすいと思います。近年の元気のいいスクーターというのは高回転域はどんなモデルであっても大概パワフル、トルクフルなので、この VVA が搭載されていることによるメリットは、私はやはりこのモデルにおいても中高回転域よりも低回転域でも十分に太いトルクが得られるという点にあるのではないかと思います。
速域で車体の挙動をこのように味わってみると、乗り心地としてはまるで船かボートに乗っているような、そんな感じがします。釣りをする方は小型のボートに乗る機会があると思いますが、乗っている印象としてはちょっと似ています。水の抵抗がありつつも、このように船を揺するような方向の動きは軽く動く。だけど実際には安定していて、なかなか転覆までは至らない、そういう感じですね。このように倒し込んでみると分かるのですが、好ましい程度に輪方向に少しダンパーが効いているような、先ほどボートに例えましたが、周りに水があるようなわずかな抵抗感はあるのですが、むしろこうして走っていると、そのわずかな抵抗感が車体を倒し込んでいく時の好ましい安定成分につながっていて、それがこのモデルの運転のしやすさにつながっているのではないかと思います。直進安定性もバッチリで、私はこうして走っていると、このモデルに関しては駆動しているのはリアではなく、フロントの二輪が駆動輪として作用しているような、そんな感覚すら覚えます。それぐらいフロント二輪の存在感、安定感が強いということではないかと思います。そして両国屋さんのコーナー、あえてぐっと減速してここから開け直していきましたが、音から分かりますかね。こんな感じです。今低回転域から中回転域まで至っていなかったと思いますが、両国屋さんのぐっと減速して左に大きく旋回しながら登っていくという難しいコーナーを難なくクリアすることができました。フロント二輪の構成ゆえにパラレログラムリンクなどの、フレームのような部材がたくさんあって、それに伴ってフロント周りの重量が増しているわけですが、それがですね、フロントタイヤの接地感を高めるのに相当貢献していると思います。このようにコーナリングしている時も、そしてコーナーを抜けてスロットルを開けていく時も、フロントタイヤの接地感が薄くなることが全くありません。このトリシティはユニットスイング式を採用しているので、一般的なスクーターと同じく重量物は後部に集中しているわけですけれども、その一方で先ほど言ったフロント二輪にまつわる部材がこのフロント周りにあるので、いわゆるマスの集中という観点からは不利な乗り物だと思うのですが、このモデルに関してはそういったネガな部分が全く感じられない。この辺りは本当に興味深いところです。このモデルにおいてもユニットスイング式のバネした重量の重さ、そして小径ホイールによるリア周りのドタバタ感というのはあるにはあるんですけれども、先日試乗したシグナス・グリファスと同じように、振動のライダーが最も嫌に感じるその波形の頂点の部分がきれいに丸められている感じなので、リア周りの乗り心地悪くないと思います。吸収しきれない、いなしきれないギャップを超えた時には、多少ドンドンとライダーのお腹に響くようなショックは伝わってきますが、そんなに嫌な感じはしないです。欲を言えばもうちょっとストローク感が欲しいのですが、バネレート、減衰力も見直したということなので、やはり相当乗り心地は良くなっているのだろうなと思います。フロントフォークは左右に2本ずつあって、それで肩持ち式のテレスコピックフロントフォークとしてフロントのタイヤを支えているわけですが、確かサスペンションとして機能しているのは片側に2本ずつあるフォークのうち1本だけだったと思います。もしかしたらこの部分は先代モデルをそのまま引き継いでいるのかもしれませんが、私としてはフロント周りも乗り心地が良くなっているように感じられます。それではちょっと険しい峠道を走ってみたいと思います。今登っているので主にエンジンについてコメントしていきたいと思いますが、こんな感じでさすが 155cc、 ものすごいパワフルかと言われるとそういうこともなく、排気量が拡大された分は 125cc クラスのバイクと比べてもかなりの部分相殺されてしまっていると思うのですが、それでもこういった険しい峠道を登る時もトルク、パワーの不足は感じません。このようにコーナーを抜けてからスロットルを開け直していけばすぐに速度は復帰してくれるので、これであれば相当な峠道を走らない限りはエンジンのトルク不足、パワー不足はまず感じないのではないかと思います。そ
してここはコーナーが連続している箇所なのですが、コーナリングのフィーリングも本当に素直な上にめちゃくちゃ安定している。このモデルとなってナイケンやトリシティ300に採用されていたアッカーマンジオメトリという構造が採用されています。実はこのフロント二輪の構成のバイクではフロントタイヤの向きをそれぞれ最適化してあげる必要があるというか、その方がコーナリング感覚が自然になるそうなのですが、先代モデルではそれは採用されていなかったのですが、このモデルではそれが採用されたということで、コーナーのイン側をくるっと回るような時も自然にそれができてしまうような素直さがあって、強いて言えばそれがそのアッカーマンジオメトリを採用したことによる違いなのかなという気もします。ただ明確にこれがそうなんだとコメントできるほどの違いは正直感じられないですね。ただ素直なのは素直で、しかもめちゃくちゃよく曲がります。そして峠道を登り切って今度下り、このような状況だと先ほどの上りとは逆でフロントタイヤに多めに荷重が乗ると思うのですが、こうして走っているとその大きくなった荷重をフロント周りががっしりと受け止めて、それがもう素直にもうタイヤのグリップにつながっているという感じ。今峠道の下りなのでブレーキを試してみたいと思いますが、まずはフロントブレーキ。それぞれのホイールにシングルディスクブレーキが搭載されているので、事実上のダブルディスクブレーキとなっていますが、制動力の立ち上がりはやはり穏やかに調整されているといった感じ。ただそれでもこの右手のレバーだけを強めに引き込んでいけば、ちょっとやってみますが、かなり強い制動力が得られます。通常の二輪車ではある程度5ハットとされていますが、このフロントブレーキを舐めたままコーナリングするようなことも自由自在にできてしまいます。この安心感は素晴らしい。そしてこのモデルは ABS とともに前後連動ブレーキ、左手のブレーキレバーを操作するとリアだけではなくフロントにも制動力が配分される仕組みとなっています。で、今度この左手のブレーキレバー、これもよく効きますね。右手のレバーを操作した時よりも安定感が高いと思います。直近のモデルチェンジでこの左手のブレーキレバーを操作した時のそのリアの制動力の配分を多めにしたと書いてありましたけれども、当然ですね、このようなブレーキングの時はリアブレーキを効かせてある程度後ろから引っ張るような力で制動した方が車体自体は安定するわけですけれども、その効果が明確に現れているという感じ。この辺りは先代モデルをやはり1枚上回っていると私は感じます。そして今度また上り。そしてもう一つ、ここも回り込んだコーナー。このように深く車体を倒しているときはどうしてもフロント周りが気になるものですが、もう走ってる感覚としてもフロント周りに不安はもう一切ないという感じです。そしてこのような峠道を走っていると、いわゆるブラインドコーナーで進入してから自分が思っていたよりもコーナーが回り込んでいたということはよくあると思いますが、通常のモーターサイクルであれば場合によっては1回車体を起こしてもう1回そこから寝かせ直していくというような作業が必要になる時がありますが、フロント二輪構成のこのモデルであればそのまま車体をより寝かせていくだけで難なくそういった難しいコーナーをクリアすることができます。そのあたりの操作というのはフロント周りに信頼感がないとなかなかやりにくいというか、ちょっと恐怖を感じるポイントでもありますが、このモデルであればフロント周りは絶対的に安定しているんだという実感がライダーに湧いてくるので、そういったこともいとも簡単にできてしまいます。
基本的にはこのフロント周りをフリーにしておくというのが私はバイクの乗り方の基本であると思っていますが、このモデルであればフロント周りめちゃくちゃ安定してるんで、このようにちょっとイン側のグリップを前に押すような、場合によってはちょっとハンドルバーをこじるような乗り方をしたとしてもフロント周りには何も起こらないという、そういった盤石のフロント周りの安心感、グリップ感があります。高速道路に乗りました。このモデルとなってヤマハの Y コネクトモーターサイクル用スマートフォンアプリを使って、このスマートフォンと車体側とを接続してさまざまな情報をこのスマートフォン上に表示することができるようになりました。で、今私はせっかくですからタコメーターを表示しています。このモデルは V ベルト式の CVT なので、タコメーターが表示できてもあまり実用的ではないかもしれませんが、ただこうして実際に走行中の回転数が分かるというのはライダーにとってはそれなりに気分が高揚するので、実用的かどうかということはさておき、このようにですね、スマートフォン上にタコメーターを表示できるというのはある意味ライダーにとっては嬉しい機能なのではないかと思います。はい、こんな感じで表示を変えることもできます。こちらはこの部分ですね、ちょっと見えにくいと思います。この部分がスロットル回路になってるみたいですね。あまりスマートフォンに目を落とすのは良くないと思いますが、機能としては結構面白いなと思います。私はこっちの表示の方が好みかもしれないです。ちょうど今横風を受けているような状況なのですが、これはフロント二輪が直接影響しているのかどうかは分かりませんが、こういう状況で走っていてもビシッとまっすぐ走ってくれるという感じ。あと高速道路というのは速度が高い分路面のギャップの影響をより大きく受けるものですけれども、やはりこのモデルの乗り心地が向上したというのは明らかだと思います。このモデルはフロント2輪リア1輪の3輪構成となっているので、接地面が3つあるということは路面からのギャップもそれだけ受けやすくなっているとは思うんですが、こうして走ってみると先代モデルより明らかに路面のギャップを効果的に吸収いなしてくれているという感触が伝わってきます。今メーターパネル映っていないと思いますが、速度はちょうど80キロ。ここから加速してみます。今90キロ。ここ少し上り坂なんですが、はい、今100キロですね。重たい車体に 155cc の排気量ということでやや時間がかかりましたが、前後の車両を気にしていたら100キロ超えてしまいましたね。このモデルで高速道路の巡行というとやや不安に思う方もいるかもしれませんが、私の感覚からすると十分に高速道路の移動に使えるといった印象です。それでは車線変更してみます。ものすごく安定してます。一番右側の車線、移る直前に路面のギャップがあると思いますが、はい、何事もなかったかのようにこの縦に切られた路面のギャップを踏み越えていきました。このインプレの冒頭でシートはやや落ち着きどころがないかなとコメントしましたが、今日一日走って慣れたのか、これはこれでいいのかなとも思えてきました。実際にですね、今日すでにもう120キロ以上走っていますが、お尻が痛くなるということもなく、若干最初違和感があったんですけれども、こうして距離を走り込んでみるとこのシートもそれほど悪くないと思います。ただ高速道路を走っているとやはりリラックスしたい時にちょっと足を前に投げ出したいのですが、それはこのモデルでは難しいということで、もともと安定性は高いので若干足つき性を犠牲にしてでももう少しフラットなシートにしていれば、着座位置をもっと後ろにずらして少しではありますがライダーも膝を伸ばせるのではないかと思います。その点に関してはちょっと残念ですね。
先ほども言った通り、このようにタコメーターの表示などは実用性が高まるというものではありませんけれども、この Y コネクトにはそれ以外にも様々な機能があって、例えば他のユーザーと走行距離や燃費を競い合ったり、あと駐車した場所の位置を確認できたり、あと車両のメンテナンスのタイミングなどもこのアプリケーション上で分かるようになっているので、なかなか便利な機能だと思います。あと今日は皆さんにお見せするためにここにスマートフォンをつけていますが、このスマートフォンをカバンの中などにしまっておいてもメーターパネル上に電話やメールの着信などが表示されるようになっているので、そういう点でも便利な機能だと思います。このモデルはライダーの右膝の前のところに蓋付きの小物入れがあります。で、その中に USB のソケットがあって、そこからスマートフォン用の電源なども取れるようになっているのですが、実は私のスマートフォンはコンパクトな機種なのですが、最近のスマートフォンはこの画面の長さが長くなっているんで、さっき私も実際に試したところでは残念ながらこの膝の前にある小物入れにこのスマートフォンですら収納することは無理でした。この点はね、ちょっと利便性の観点からは残念だと思います。あとそれ以外の装備品ではこの前方のウィンドスクリーンですが、手をかざしてみるとライダーの胸のところにはもうすでに走行風が当たってきているので、ウィンドプロテクション効果はあまり期待しない方が良いと思います。前半部分でコメントした通り、このヤマハのスマートキーシステムはよくできていると思います。スマートキーが接近するとすぐに感知してくれるようで、この電源のオンオフ、エンジンの始動なども今日一日を通してとてもスムーズでした。これがあるだけで好印象という感じがするのですが、このモデルはここに使いやすいパーキングブレーキがあります。で、このレバーは昔からヤマハが採用している形状と同じなのですが、なるほどなと思ったのは、通常この前後ディスクブレーキを採用した車両でヤマハのパーキングブレーキというと小さなワイヤー作動のキャリパーを装備していたものですが、ドラムブレーキが搭載されていて、それをワイヤーで作動させてパーキングブレーキとして利用する仕組みになっています。もしかしたらバネした重量の点では若干不利なのかもしれませんけれども、今日一日を通してそれほどネガティブな印象もなかったので、これはとても良いと思います。今日私はこれまで通りシートバッグを装着してきていません。私の撮影機材結構多いんですが、シート下に全部格納することができたので、シートバッグを装着せずに済みました。シート下のラゲージスペースはヘルメット1個分程度なんですが、形状がいいのか荷物はそこそこ入るということはお伝えしておきたいと思います。このモデルの何と言ってもいいのは、私はこのしっかりとしたフロント周りの構造がもたらす抜群の走行安定性、これに尽きると思います。エンジンも圧縮比をアップするなど改良が加えられているみたいですが、それよりも何よりもこのフロント周りの絶大な安心感と向上した乗り心地、これが最も良いと思いました。このモデルのちょっと気になるポイントはそうですね、シートを跳ね上げないと給油できないというのは、このモデルはね、航続距離も長いというか、ロングツーリングに使っても使い勝手が良さそうなだけに、その点だけはちょっと気になりました。ということで今日はヤマハのトリシティ155に試乗しました。それでは今回試乗したヤマハトリシティ155の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 1995mm、全幅は 750mm、全高は 1215mm、シート高は 770mm、ホイールベースは 1410mm、最低地上高は 165mm、車両重量は 172kg となっています。タイヤサイズはフロントが 908014 インチ、リアが1307013インチ、前後ともにチューブレスタイヤを採用しています。メインフレームはアンダーボーンフレームで、フロント2輪のサスペンションは片持ち式テレスコピックフロントフォーク、リアはユニットスイング式となっています。フロント周りの構造に関しては、ナイケンやトリシティ300に採用されていた LMW アッカーマンジオメトリを採用したことが大きなトピックとなっています。エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ SOHC 単気筒、ボアストロークは 58mm×58.7mm、
圧縮比は 11.6 で最高出力は15馬力8000回転、最大トルクは14ニュートンメーター6500回転。ヤマハが誇るブルーコアエンジンで VVA 可変バルブ機構を内蔵しています。変速方式は V ベルト式の CVT です。フロント2輪にはそれぞれ油圧式のシングルディスクブレーキを採用し、事実上のダブルディスクブレーキとなっています。またリアも油圧式シングルディスクブレーキを採用するとともにドラム式のパーキングブレーキを備えています。運転席周りのデザインはご覧の通りです。小ぶりなウィンドスクリーンも装備していますが、ウィンドプロテクション効果は低く、これは事実上のメーターバイザーと言えるでしょう。メーターには大型のフル液晶パネルを採用。左右スイッチボックスはオーソドックスな形状ですが、左側にはパーキングブレーキのレバーを備えています。またスマートキーシステムを採用し、鍵を取り出すことなく各種の操作ができるようになっています。運転席周りには電源ソケット付きの小物入れ、格納式のコンビニフックを装備しています。シート形状はご覧の通りで、その下にはヘルメット1個を収納可能なラゲージスペースがあります。給油口はこの位置にあり、燃料タンクの容量は 7.2 リットル。このモデルとなり、ヤマハのモーターサイクル用アプリケーション Y コネクトにも対応。メーターパネル上にスマートフォンの電池残量や着信状況、スマートフォンの画面上にはタコメーターをはじめとする各種情報が表示されるようになっています。ウインカーを除く透過器類には LED を採用しています。おい元部、お前カメラセットしてるとき本当にアホ面してるよな。ひでえ顔だぞ。てかどこなんだよここ。おい、こんな狭いところに人を押し込めやがって。おい、ここどこなんだよ。おい、説明しろよ。おい、まだ俺の話は終わってねえよ。動かすんじゃねえよ。おい、勝手に動かすな。おいおい、俺だって聞く権利はあるだろ。説明しろよ。いい加減にしろ。おい元部、聞いてんのかよ。無視すんなよ。おい元部、いい加減にしろ。おい、なんなんだよここ。どこなんだよ。タイヤが2つあるけどこれバイクなのか。おい説明しろっつってんだ。おいスピード出すな。おいうわ、タイヤが近いよ。おいおい、当たったらどうするんだよ。俺のボディが削れちまうだろ。おい元部、おいこれ何のプレーだよ。いい加減にしろよお前。いや、それにしてもこれ面白い動きだな。こんなの見たことねえぞ。これ何なんだよ。おい、あ、前に軽自動車が出てきた。あの人に助けてもらおう。すみません、止まってください。この人変なんです。あ、道譲っちゃったよ。マジかよ。あ、スピードが落ちてきた。ようやくこの変なプレーから解放されそうだ。おい元部、早く止めろ。お前一刻も早く俺をここから出してくれよ。おい元部、そうそう、それでいいよ。今すぐ俺を外せ。おい外せって言ってんだろ。おい聞こえねえのか。おい外さんのかい。おいいつまでこの変なプレー続けるつもりなんだよ。おいなんだよ、走り始めちゃったよ。おい元部、今度こそ外せ。いくら温厚な俺でも怒るぞ。おい元部、早くしろ。おい元部、あ、ようやく速度が落ちてきた。おい元部、早く止めろ。一刻も早く止めろ。すぐに俺をこの狭いところから出せ。おい元部、早くしろ。まったくお前はもう、今まで何台アクションカメラ壊したと思ってんだよ。早くしろ。おい元部、おいまだ話は終わってねえよ。何すんだよ。おい目を塞ぐな。おいこんなひどい目に遭わせやがって。訴えてやる。